今回はこの水槽の2年後の様子を見ていきます。どうもカプラです。皆さんはこの水槽を覚えてますでしょうか？この水槽は陰性水草と陽性水草の共存を目指した水槽です。ブセファランドラとかミクロソリウムといった陰性水草を植えつつ、陽性水草、赤色に色づくアルアナの夕焼けなどの水草を一緒に植えています。陰性水草と陽性水草を同じ水槽で同じライト、同じ光量で、育てるっていうのはなかなか結構難しくて、ブセファランドラが苔だらけになってしまったりとか結構よくある話なんですけど、この水槽はとてもうまくいきました。で、今回はこの水槽の、2年後の様子どうなったのか、水草がどんな感じに育ったのかを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。こちらが現在水槽を立ち上げてから2年の姿です。タッパー2つです水槽はどこに行ったのやらということで、なんて寂しい状態でしょうね。あんなに綺麗に育ってたレイアウトがこんなにコンパクトになっちゃうなんてもう信じられないですよね。結構うまく育っていたブセファランドラなんですけど、この水槽割れてしまいました。はいすみません、割ってしまいました。でこの水槽結構途中までいい感じに育ってたんですよ。うまく育ってたブセファランドラももうものすごく株が大きくなって、で株数も増えて、最終的にはブセファランドラがメインの陰性水草水槽になってました。でこんな感じでめちゃくちゃいい感じだったんですよ。ただ前回の動画でも上げたように水槽を割ってしまったんです。もう大惨事でした。で買って1年半くらいしか経ってない ADA の60センチ水槽だったんですけど、バキバキに割れましたね。これは僕が悪いんですよ。僕が不注意で割ってしまったのです。はい。なんで割れたのかは前回の動画で話をしてます。で割れた時の対応とか水漏れとかね、ピシャピシャすごかったんですよ。その時の対処方法を実際の映像を撮りながら撮影しながらね、対処法をまとめてますので、もしちょっと興味ある方は概要欄リンク貼ってありますので、そちら参照してください。でレイアウトはもう水槽割れちゃったんで、これ以上維持できなかったんですよ。それで泣く泣く破壊して生態の移動とか水槽の掃除を行って、最終的にADA キューブガーデン60センチの水槽を捨てました。その時にレイアウトで使ってた水草、これがね行き場所がなかったんですよ。なのでとりあえずプラスチック容器で保存しておきました。他に入れる水槽があればよかったんですけど、どの水槽も結構もう水草がパンパンな状態で、もう水面に浮かべとくしかないかなみたいな状態だったんで、それで管理するのもちょっと嫌だなと思いまして、プラスチック容器に急遽入れました。このままタッパーの中でとりあえず1ヶ月ぐらい維持して、新しい水槽をその間に立ち上げて、その時に使えればいいかなと思って、最悪ちょっと枯れても仕方ないなと、こういった状況だし泣くしかないなというふうに、半ば諦めて、こんな感じでタッパーで保存しました。でそこから半年ほど経ってしまいましたその半年経った状態がこちらということで、タッパー2つの状態ですね。この状態でなんとね、蓋を締め切りでもうほとんど放置の状態で、保存してました。中身が大丈夫か心配ですさすがにもう半年も経つんで、腐ってんじゃないかなとか思いつつ、本日、このタッパーをパンドラの箱を開けていきたいと思いますので皆さん、よく見ててください。はいさあ早速ですが開けていきましょう。オープン。最初に出てきたのはミクロソリウムの方です。ミクロソリウムも流木に巻きつけた状態のまま、タッパーに入れて保存しました。なんとね、このミクロソリウムの方、小虫がちょっと湧いてました。はい最低です。小虫が数匹
中で育ってました。数匹で良かったですよ。ちょこっとプーンと飛んだだけなんで本当に良かったなと思って。いやーまさか小虫が育ってるとは思ってませんでしたけど、とりあえずミクロソリウム枯れずに維持できてました。さて、もう一つのタッパー開けていきましょう。オープン。うわー、すごいブセファランダーの玉手箱やーはい。ブセファランダーのタッパー、開けたらものすごく成長が良くてびっくりしました。葉っぱはキラキラと水蒸気でね、水に濡れてキラキラと輝きつつ、で葉もね大きく育って、で根っこもしっかりと茎もしっかり太くね育ってました。これには正直驚きましたね。僕はブセファランドラの、水上育成栽培水槽を完全循環式パルダリウム水槽って言って、2時間に1回のシャワリングを自動でしてくれる、そういった育成水槽を作っていたんですけど、その水槽だとカビないで維持できるっていうことがね、できてたんですが、なんとね今回タッパーでその水の循環もなくて、ただ蓋を閉め切ってた状態でね維持したということで、カビが一切生えてないんですよ。カビが生えずにこんだけブセファランドラがしっかりと、増えて、で大きくなって、で葉っぱも綺麗にね、腐ってるものも一株もなくて、こんなに綺麗に維持できるとはちょっと思ってなかったです。正直ここまでうまくいくと思ってませんでした。この結果に驚いてます。でこのブセファランドラなんですけど、本当は最初はすごく小さな株だったんですよ。それを60センチの水槽に入れて、で CO2 を炊きながらね、約1年半育てて結構大きくなったんですよ。その大きくなったブセファランドラをそのまま、タッパーに入れて、ソイルはその水槽で使っていた使い古しのソイルを使ってこんな感じでね育ててます。めちゃくちゃ良くないですか？かなりいい結果になってね、本当に嬉しかったですね。正直嬉しかった。こんなにうまくいくとは思ってなかったです、本当に。で具体的な保存方法なんですけど、割れた水槽で使っていたソイルをまずそのプラスチック容器の中に敷き詰めて、その上にウィローモスを敷き詰めて、ブセファランドラをその上にポンポンと置きました。でブセはソイルの中に茎を埋め込んでしまうと、茎から腐食が始まると溶けてしまうっていうことがあるそうなんで、これは茎をソイルから離してね、浮かした状態で根だけソイルにつくように置きました。そうすれば根から栄養を吸収できるので、ソイルがねちょこっとこう根が触れるような感じで設置しました。光はね一応1日8時間ぐらい当ててました。PPFD が30ぐらいになるように、こんな感じでね、ウィークアーカーの S シリーズって言って、UVA のライトがついてる RGB ライトなんですけど、専用のこういったパルダリウムとかにも使えるね、専用のスタンドにぶっ刺して、こんな感じで維持してました。1日8時間ぐらいの点灯ですね。で実際のスペクトルはこんな感じです。このぐらいの光量で、やってました。これでね苔も生えずに、中の水も継ぎ足すこともせずね、本当に蓋をして締め切りの状態。ただ2ヶ月に1回ぐらいちょっと蓋を開けてね様子を見ただけといったような感じで、育てた結果、こんだけブセファランドラがね立派に育ったということで、これは大成功なんじゃないですかね。ということで、今回はブセファランドラの水中葉を水上管理してみました。タッパーに保存して締め切りの状態で、維持したっていうだけですね。で意外とこういったタッパーで密閉しただけでもね、水の循環がなくてもカビが生えずに、あと苔も生えずにね維持管理ができました。苔が生えなかったのは香料の管理が良かったのかなというのと、
あとカビが生えなかったっていうのは、その中古のソイルを使ったことでやっぱバクテリアとか細菌がね結構育ってたはずなんですよ。そういう中でカビが育ちづらかったっていうのと、あと水蒸気、室温がだいたい24度から26度ぐらいで管理してたんで、それでね自然と水蒸気がタッパーの中で、満たされて、ほぼ湿度 100% の状態ですよね。その状態で管理できたのでカビが生えなかったと。カビは好気性の菌なので、乾燥が大好きだと。湿った状態と乾燥した状態のこの交互に行き来するっていう環境がね大好きなので、白カビはね、なのでそういった環境になりづらかったと。蓋を閉め切ったことでカビが生えづらかったというような感じだと思います。ぜひね、この管理の方法、もし、水槽割れてしまった方がいたら、ぜひね、この水槽が割れてしまった場合、こういったね、管理の方法で水草維持できますので、ぜひやってみてください。水槽割りたくないですよね。はい、ということで、公式 LINE やってます。調光できるライトで水草育成するのにどのくらいの光量設定でやったらいいのっていう適正光量マニュアルみたいのも無料で配布してます。あと YouTube とかね、動画のね応援メッセージとかもこちらに送ってくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価お願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。